おはようございます。たかしです。本日は6月3日金曜日、ただいま7時47分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日の日足は、その前の日ですね、水曜日の日足の髭先を越えられない状態で終えております。つまり、水曜日の日足のハラミ足になってるんですが、それでもここのところ連続でずっと陽線になっておりますので、今日ももう少し上げてくるんじゃないのかなというような感じです。で、ここですね、この髭先、そしてこの髭先、ここでの3損の左肩とか右肩の今頂点あたりが意識されてきているので、その辺あたりを目指して今は上昇中。価格は164円ぐらい。この辺ぐらいまでは上げてくると考えてます。そこでどうなるのかですね。この辺の高値が意識されてそこから下落していくのか、それともそこを上抜けてくるのかというところですが、今上昇の勢いが強いので、一旦の戻しはつけるかもしれませんが、基本的には168円を再び目指して上昇してくるんじゃないのかというふうに考えます。今、日足の GMMA も上向きにまた再び戻ってきておりますので、下落してきたとしてもまた GMMA にサポートされて上昇していくとは考えますので、一旦のターゲットとしては164円ぐらい。で、この辺で一旦の折り返しをつけるのかというところですね。ただ、日足のストキャスティクス少し気になります。この高値はこの過去の大きな下落になったポイントになってますので、今回ここからデッドクロスしてくると比較的また大きな下落を伴う可能性もありますので、その辺は注意かなと見ておりますが、マクディがまだだいぶ強いですので、デッドクロスしてきたとしても、まだしばらく耐える。そこからの浅い押しで上昇していく可能性っていうのも考えておきたいところです。ただ今日は金曜日、そして雇用統計の発表がありますので、その辺は気になりますので、その辺付近までにはトレードを終えたいところですね。では4時間足です。4時間足ではこのオレンジのこの点線ですね。これが4時間足の目線切り替えポイントとなっておりますので、この辺を目指して今上昇中と考えております。ここが一旦のターゲットですね。で、ここを超えられるかどうかというところで、ここでは一定数の戻り売りが入ってくると思いますので、この辺では短期的にショートを仕掛けていくのもありだとは考えてます。現在1時間足の目線切り替えポイントはこの紫のライン、そして4時間足がこのオレンジの点線となっておりまして、1時間足は目線が上、そして4時間足は目線が下というところで、今方向感がなかったんですが、ここを今超えてこられるかどうかというところですね。4時間足では依然としてここ、トレンドはまた下向きなんです。で、この高値を今切り下げてきております。ここで高値をどうなるかというところがポイントですので、この4時間足の目線切り替えポイントも超えてこれると、高値を次逆に、切り上げてくることになります。そして、安値を次更新してくれば、これで上昇トレンド完成という風になりますので、今はこういう波をイメージしておりますので、次安値を切り上げられるかどうかというところがポイントですね。現在は164円ぐらい。厳密に言いますと 164.2 ぐらい。この辺を目指して上昇中。で、ここを到達したところでどうなるのか。ここで再び、ここでのダブルトップみたいな形で下落していくのか、ここを上抜けて次168円を目指してこれるのかというところです。4時間足のストキャスティクスはあまり機能していない感じですが、高値圏にありますので、その辺は注意が必要ですね。現在4時間足の GMMA、この青帯とは離れて、この赤帯の方でバンドウォークをしている状態。つまり、上昇の勢いが強いことがわかります。そして今、エリオット波動の3波進行中と考えてますので、このオレンジの1、2、3波進行中。で、さらにこの3波の中に、緑のエリオット波動の1、2、3波進行中というところで、サードオブサードで一番伸びやすい波となっておりますので、今日もこのままこのオレンジの点線を突き抜けてくるんじゃないのかなと思ってますが、昨日が結構上値が重かったなという印象ですので、本日はここの髭先を超えてこれるかどうか。今のところこの水曜日の髭先ですね、この高値のところで今高止まりしてますので、おそらくこのまま突き抜けてくるんだろうと思いますけれども、今ここ白のラインからオレンジの点線というのは比較的抵抗になりやすいポイントと考えておりますので、この辺付近で反落するのかどうかっていうところを見ていきたいですね。ちなみにこの白のラインはこの高値からこの安値に引いたフィボナッチリトレースメントの 61.8% となっております。で、今ここを超えてくると次はここ。
ボナッチリトレースメント 78.6% というところを目指してくるんですが、ここまで来ればもうおそらく全戻しになってくると思いますので、168.4 付近までは戻ってくると考えてます。なので本日のトレードとしては一旦この 164.2 ぐらいまでは上昇してくると考えるので、その辺で一旦反発が起こるかどうかですね。そこでの反発がどのくらい大きくなるのか。ですので先ほども言いましたが、ここでの戻り売りっていうのは比較的大きく入ってきそうですので、その辺付近でのショートでどこまで落ちていくのか。ただ個人的にはあまりここから下げずにそのまま上昇するんじゃないのかなとは考えてますので、このオレンジの点線を超えたところでの押し目買いというのを狙っていきたいなと見ております。また168.4 付近、この辺ですね、ここまで上がってきたところではここでは強い、また戻り売りが入ってくるとは考えるんですけれども、一旦はこの辺までの上昇を、順張りで取っていければと考えてます。では1時間足です。1時間足は綺麗にこの GMMA にバンドウォークしているのがわかります。この青帯の方ですね。当たったところで上昇、当たったところで上昇という感じで、基本は1時間足の GMMA を見ながらトレードするのがいいのかなと見ております。で、この GMMA と接触したところ、ストキャスティクスが安値圏からゴールデンクロス。ちょっとここはわかりにくいんですが、比較的安値圏からのゴールデンクロス。この辺なんかはこの下髭を見てエントリーするのがいいのかなと。かなり下髭がここも3本連続出てますし、ここも3本出てますので、この辺付近を参考に、髭先を背に、ロングエントリーしていくっていうのが分かりやすいのかなと思ってます。今は小さくですがトレンドをつけて上昇中。6月1日の高値付近で今高止まりしてますが、ここは抜けてきそうな雰囲気。ただ、すぐ上には一旦の抵抗がありますので、ここでどうなるのかっていうところですね。この辺がその抵抗になるゾーンになってきますので、その辺付近で、上げ渋るのか、それとも強く抜けてくるのかというところでしょうか。ただ、下落してきても今のところこの GMMA に反応して上昇してきておりますので、またストキャスティクスが安値圏付近に来たところ、そして GMMA に接触するところっていうのはエントリーポイントだと考えております。ただ、冒頭でも言いましたが、今夜9時半には雇用統計の発表がありますので、その辺は注意してトレードしていければと考えてます。そして金曜日ですので、いつもと違う動きをする可能性もありますので、無理のないトレードを心がけていければと思っております。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。